石の動きとしては、当たった石は当てた方向に飛んでいきます。さらに自分は当てた方向から90度に進んでいくので、角度をしっかり見るっていうのが大事になってきます。カーリングは氷上のチェスと呼ばれるように、こういうふうにですね、石を置いて戦術を組み立てていくんですが、今こういうふうにこの盤面でやってるように、じゃあここねって言ってここに行くか、じゃあここねって言ってここに行くかというと、それがなかなか難しくて、実際の投げるところからハウスまではだいたい40メートルぐらいあります。そこをこの回転と投げる速さですねをコントロールしていくんですが、例えば回転はですね、インターンと呼ばれる時計回りの回転、こういうふうに回転しながらいくものと、アウトターンと呼ばれる時計と反対回りの回転ですね、はい、こんなふうにそれぞれ回転をしていくんですが、その回転も実は回転の回数っていうのもある程度安定していないと同じような曲がりにはなっていきませんし、あまり回転をかけずに離してしまうと石がより曲がっていくっていうことが起きてしまうので、コントロールして投げたいんですけれども、回転が不安定だと毎回同じところには到達しません。なので安定した回転、なおかつ指示されたスピードで投げるっていうことがショットを決めるコツになっていくんですが、石投げた後にこれスイーピングって言ってブラシで吐いていくんですけれども、その吐くことによっても石の方向をコントロールすることができます。なのでよりですね、投げた石、投げた人だけの技術ではなくて、吐く人の技術と、あとこっちのスキップがね、向かってくる石を見るんですけれども、その石が今どういうふうに曲がっているのか、どこに置きたいのかっていうのを判断して、イエスとこうですね、吐いたりやめたりっていうのを、指示しますが、例えば今こういうふうにインターンで時計回りの回転している時に、スイーパーって2人います。こっちからとこっちから2人で入っていくんですけれども、例えばあまり曲げたくない時っていうのは、回転に向かっている方の人がこうですね、こういうふうに吐いたり、例えばこう縦に吐くっていうパターンがあるんですけれども、回転に逆らって吐くような形でスイーピングしていくと曲がらないとされています。逆にですね、曲げる方向の吐き方っていうのは、回転している方と同じ方からこういうふうに吐いてあげるんですね。するとより石が曲がって進んでいく、曲げることが可能になっていきます。ただ石をいつ吐くかによって曲がりも変わります。投げてすぐに吐いてしまうと、まだですね、石が直進性を保ったまま進んでいっているので、そこまで曲がりません。石はある程度直進性を保っていくと、今度曲がり始めるポイントがあります。ブレイクポイントっていうんですけれども、そのポイントが来た時に曲げるスイープをしてあげると、石が何もしない時よりもしっかりと曲がっていくというようなことになっていきます。なのでいつでも曲がるスイーピングをしていいというわけではなくて、そのブレイクポイントが来たタイミングで曲げる方から吐いてあげるっていうのが大事です。よくテレビですね、待って待ってっていうのは、まだブレイクポイントが来てないんですよね。なのでブレイクポイントが来たら、ね、こっちの曲げる方向の人の名前を呼んで、何々ちゃん吐いてとか、曲げたいよ曲げたいよっていうようなコミュニケーションをとっている場面がよくあると思うんですが、それはですね、そのブレイクポイントを待ったりっていう待ってですね。ブレイクポイントを待つっていうのが非常に大事。